おはようございます。加藤です。中国の横断も3日目になりました。僕朝からですね、北京の西駅っていうところから洛陽まで電車で行こうと思ってたんですけど、鉄道ですね、で行こうと思ってたんですけど、いや見てください、この北京は雪が降り始めちゃいまして、なんとですね、タクシーが全然来なくて全く車が来てくれなくてですね、ちょっと地下鉄で向かおうと思ってます。でもタクシーで行こうと思ってたから、それを事前にっていうか、それで計算してたら、明らかにですね、乗る予定だった朝7時の便には間に合わなくなっちゃいましてですね、ちょっと違う便を再度買わなきゃいけないかなという感じです。いやでも昨日も確かにすごい寒いなと思ってたんですよね。まさか雪がすごい降っちゃって、タクシー関係、車関係がちょっと軽く麻痺しちゃうとは思いませんでした。非常に残念ですね。でも中国に来てますからね、いろんなトラブルがあるのはしょうがないですね。よいしょ。いやというわけで、ここは有名な繁華街のワンフーチンでございます。ここの地下鉄からですね、乗って20分ほどかけて、長距離の列車が通っている北京西駅まで向かおうと思います。北京西駅に着きました。ここからですね、長距離の列車が出ております。雪で来れなかったんだみたいなことを言ったら、すごい不愛想なお兄さんがですね、電車のチケットを変えてくれました追加料金なしで変えてくれるんですね。すごい親切ですね、そういう意味では。ただ今朝7時半なんですけど、次の便が12時半なので5時間ぐらいロスしちゃいましたね。もったいないことしちゃいましたけど、いやー、ちょっと北京の雪舐めてましたね。今もなんかすごい勢いで降っているし、北京って雪国だし、当然世界的な大都市だから、そんなに交通機関麻痺することないだろうと思っていたんですけど、ちょっと見通しがすごい甘かったです。なんとか来れたんで、ご飯でも食べつつちょっと待ちたいと思います。北京西駅すごいでかいですね。なんかめちゃくちゃいろんなところまで、相当離れたところまでこの高速鉄道つながってるみたいです。すごいな。かなり広大で、さっきから思うんですけど、待ち受けの席とかがもう異様なほど数がありますね。待ち受けの席がこんなにいっぱいある。例えばあっちもそうですけど、ここもそうですけど、こんなに待ち受けの席があるってね、すごいですね。なんか僕こんなに席がある駅来たのもしかしたら初めてかもしれないです。すごいですね。雪の北京西駅、なんかちょっと風情がありますね。めちゃくちゃ雪が降ってますけど、なんか僕ですね、ちょっと勘違いしてて、5時間ぐらい時間潰さなきゃいけないなと思ってたんですけど、5時間後にはもう到着していることが分かりました。中国の鉄道って面白いですね。普通なんていうか、多くの国では出る
る時間の後に着く時間が表記されていると思うんですけど、逆なんですね。着く時間が先に表記されていて、次に出る時間が表示されてます。だから12時まで待たなきゃいけないと思ったら12時には着いてる便に変えてくれたんですね、さっきのお兄さんは。すごい助かりました。というわけで G の671、これですね、そこにあるのに乗って4時間22分836キロの旅にこれから出たいと思います。1等車2等車とかあるんですけど、とりあえず1等車っていうのに撮ってみたんですよね。どんな感じなのかな。1号車 03D、これですね、一等車ってちゃんと書いてあるな。あ、結構ちゃんとしてる。はいはい、ニーハオ。This is my ticket. Go there. I see. Oh, so. Oh, this is my seat? Oh, okay. で、なんとかなりましたね。意外と快適です。ここにコンセントとかもあるし、なんかいいですね。リクライニングもすごい深くまで行く。意外と快適な感じですね。まあでも一点だけ中国っぽいって言ったら失礼かもしれないですけど、なんかおばさんがここにいて、これ私の席だってすごい言い張られてですね、チケット見せても言い張るもんだから、係の人に聞いたらさすがに追い払ってくれました。一体何だったんでしょうねとりあえずこれで、4時間ほどかけて洛陽まで行きます。北京西駅から洛陽龍門駅ってところにですね、ちょっと行ってみたいと思います。女士们、先生们，欢迎您乘坐本次列车。列车运行前方到站是高碑店东站，本次列车全列禁止吸烟，感谢您的配合。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Gaobei Dian Dong Railway Station. Smoking is banned on this train. Thank you for your cooperation. 僕の乗ってた高速鉄道こちらですけれども、洛陽駅に着きました。本当はそうね、ちょっと1時間近く遅延してるかもしれないですね、時刻表見た限りでは。でも今回中国の高速鉄道初めて乗ったんですけど、恐ろしく乗り心地がいいですね。僕なんか海外で乗った鉄道の中で最も乗り心地のいい高速鉄道だったかもしれないです。新幹線も乗り心地いいですけどね、揺れるもいいけれども、下手したらもっと揺れとかが少なかったかもしれないですね。すごい乗り心地が良かったです。で、今僕が着いたのは洛陽ですね。洛陽龍門駅というところです。いや、なんか900キロくらい北京から南に下ってきたんで、もうちょっと暖かいかなと思ったらすごい寒いですね。気温は氷点下で、さっきから上からなんか屋根からですね、雪がバサバサと落ちてきてます。ちょっとこうやって見ていただければですけれども、北京が立派な駅なのは分かりますけど、
洛陽も地方の駅に来てなんかすごい立派な感じがしますね。とりあえずちょっとこれでホテルに向かいます。今洛陽駅出たんですけど、洛陽って日本でいうと奈良みたいなところだから、なんかもっと古い都みたいな想像してたんですけど、なんか高層のマンションだらけですね。見渡す限りマンションしかないです。ちょっと街の中心から離れたところに中央駅があるのかもしれないですけど、結構意外ですねでもなんかこのでっかいマンション群がですね、結構やっぱ不動産なんか至る所にこの高速鉄道で洛陽来るまでにもあって、やっぱすごいですね。ちょっとびっくりするぐらいマンションだらけって感じです。折しも今現在ですね、不動産バブル崩壊したんじゃないかみたいなことが日本で報道されてますけど、どうなんですかね。確か今日平日なんですけれども、全然、稼働してないマンションの建築現場とかあったりしたんですけど、本当にそういう問題あるのかもしれないですね。いや、とりあえずちょっと地下鉄で、ホテルまで向かいます。洛陽龍門駅から地下鉄で3駅行ったところですね。これから2日泊まるホリデーインがありました。いや、今ホリデーインエクスプレスの洛陽のシティセンターにたどり着きました。1泊9000円ぐらいなんですけど、こじんまりとしてますね。こんな感じか。市の中心だからアクセスはいい感じです。でもホリデーインなんで、特にホリデーインのエクスプレスなんで、必要最低限って感じですね。見事に積もっちゃいましたね。というわけでここに2泊します。まだ夕方6時なんですけど、やっぱすごい暗いですね。寒いです。今洛陽のですね、歴史旧市街のところに来ております。こっち来ると別に暗いなんてことないんだ。すごいすごいすごい。洛陽なんか全体的にそんなに街並みは別に古いわけじゃなかったので、昔の街並みはもうあんま残ってないのかなと思ったんですけど、一応この旧市街というエリアがあって、そこだけはちょっとこういう古い街並みが残ってるみたいですね。霊慶門、これは昔からあるんでしょうね。こっから入ればよかったのか。こうやって見ると雰囲気があっていいですね。すごいな。洛陽は僕たち日本人には結構馴染みがそこそこあるかなと思うんですけど、なぜかというと教科書に載ってるからですね。遣唐使とか遣隋使とかが勉強しに来てた町がこの洛陽です。当時の唐とか隋といった王朝の都がここにあったんで、600年代とかに日本は、留学生をここに派遣していろんな文化を吸収して、それで持ち帰ってきてもらったっていう場所ですね。すごいな、おしゃれだ。あとは
僕は三国志が好きなんで三国志の、魏の曹操が、魏の都を置いてた場所もここですね、洛陽ですね。だから結構いくつもの王朝が都を置いていた場所だったりします。これはもうなんか売店みたいのがずっと立ち並んでるんですかね。結構長いですね。僕はあっちから20分ぐらいこっちに歩いてきたんですけど、さっきのでっかい門からまだまだつながってますね。今度はこっちの方にもつながってるんだ。めちゃくちゃ屋台街ですね。なんか洛陽駅を降りた時はなんか典型的な地方都市だなって思ってしまったんですけど、この屋台街はなんかもう数百ぐらい屋台ありますよね。これはすごい栄えてる感じがします。このランタンは一体何なんでしょうね。なんか祭りなのかな、それ普段からやってるんですかね。でもなんかいろんな食べ物があって面白そうです。其实我刚才也是这么想的，就是我觉得这个饼它之所以做成这个形状，口儿比较大，然后下面呢是鲜的，味儿こういうとこいいかな。おー、すごい。マルコタン、マルコ湯って書くんですけど、洛陽の名物らしいです。肉団子をなんか丸めて料理の中に浸かした料理なんですけど、洛陽めっちゃ寒いから確かにこういうあったかいものがいいですね。なんかこうスープ系の料理が有名らしいですね、洛陽は。いただきます。いや、うまい。めちゃくちゃあっさりしてますね。うまい。あ、これ美味しいわ。これうまいですね。すごいあっさりさっぱりしたスープです。あ、これ肉団子だけど揚げた肉団子なんだ。硬い。あとは白滝なのかな。白滝ではないか。あとなんか千枚みたいな豆腐なのかな、なんか入ってますね。12月って1年間で一番飯食って酒飲まなきゃいけない季節じゃないですか。忘年会とかがすごいあるから。だからコロナ前と同様に今年はめちゃくちゃ食って飲んでもうパンパンに膨れ上がってるんですけど、そういう自分にとってはめちゃくちゃ美味しいとか優しい味です。中国ローカルなのですごい優しい味付けですね。おいしい。うまい。これ10元か。200円とかですよ。中国何でも物価が高くなったと思いましたけど、地方に来るとまだまだ安いですね。おいしい。今マイナス3度ぐらいなんでとても寒いです
東京はなかなかこんな寒くならないですからね。こんな寒いのはいつぶりだろうな。こんな寒いのは多分コロナになる直前、2020年の冒頭にロンドンに出張行ってたんですけどちなみに僕はそこでパスポートと会社の PC を盗まれるって結構大変な目にあったんですけど、それ以来ぶりですね。冬のロンドン寒いじゃないですか。それ以来ぶりですね、こんなマイナスの気温は。わーお。谢谢谢谢。啊，好好好好，谢谢谢谢。哇，自己打啊，啊，有青椒有葱自己打啊，知道？拿肉丝葱啊，对，到这儿蘸着吃。好好。你叫个外头来。いや、小籠包が来ました。いや、めっちゃ湯気立ってて美味しそう。なんかですね、こっちの小籠包は、小籠包って南の方が有名じゃないですか、どっちかっていうと。ちょっとですね、皮が厚くて、それで有名らしいんですよね。よいしょ。うわ、めっちゃ熱そう。あ、確かに皮が厚い。ちょっと肉まんっぽい厚さがありますね。肉まんレベルでちょっと厚いです。関東の方まで行っちゃうと、香港とかで食べるとめちゃくちゃ薄いと思いますけど、かなり厚いですね、確かに。うまい。うまい。めちゃくちゃうまいですね。まあ、体が冷えてるから余計うまく感じるのかもしれないですけど、うまいな。この小籠包も10元なんですよ。200円。いや、異様な破格の値段ですね。ほんと中国も地方に来ればまだまだいろんなものが安いですね。よいしょ。うまい。めちゃくちゃうまい。はい、というわけで中国の横断3日目はこれで終わりにさせていただきたいと思います。1日目は北京に着いただけで、2日目はちょっと万里の長城とか見に行って、で今日は朝から洛陽まで、4時間ちょっとかけて鉄道で900キロほど南に下ってきました。明日はですね、洛陽の近くの世界遺産をいくつか見に行って、明後日には隣の町である西安に行こうと思ってます。西安も世界遺産があるんですごい楽しみですね。はい、というわけでじゃあ3日目はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。